その答えを知るためには2つのことを見定めることができるようになる必要があります。一つ目は、それが道徳にかなっているかどうか。すべて私たちは何かをするときに、それが人の迷惑になったり、回り回って自分を傷つけたり、他人を傷つけたり、他人から嫌われてしまうようなことをしたり、それをしない、そんなことにならないのであれば、それはどんどんやるべきだと思うんですね。けれどもそれが自分がもしやってみたいという衝動に駆られても、誰かを傷つけたり、結局自分にを傷つけたりとか、道徳にかなわない結果になるのであれば、それは我慢するというかやるべきではないですよね。例えば自分がお菓子が食べたい、結構なことです。だけれども、例えば自分がちゃんと栄養バランスを考えずに、自分がお菓子が好きだからっていうだけで毎日ポテトチップスとチョコレートとコーラだけで過ごしてて、いや他のもの食べたくないよって、そこはそれをずっとじゃあ食べさせたり食べてたりしてたらどうなるかと、病気になってしまいますよね。結果としてそれは自分を傷つけることになったりします。だから子供に例えるとすごく分かりやすいと思います。自分が親の立場だったり、小さな子供を育てなければいけないっていう立場だったりしたときに、これは我慢、子供は欲しいと言うけど我慢させるべきなのか、やらせてもいいのか。で、ここはその子の健康、ね、その子のことを考えたときに我慢させるべきことなのか、それともいいよっていうのか。これ、子供を持ったことがある親だったら、判断に迷うんですよ。これってどうなんだろうっていうことを迷うんです。だから自分の中で道徳であったり、それからその子にとってより良い結果になることっていうことを、考えておかないと、その我慢させるべきかそうでないかっていうことはわからないんですね。何でも子供が喜ぶからいい、ね、我慢させるのは良くないって言って自由にやっていいよって言ったら、とんでもないことになります。ね、ですからこのことを自分に当てはめてみると、それは自分のわがままなのか、ね、ひょっとしてこれは結果的に相手を傷つけたり自分を傷つけたりということになってないだろうかっていうようなことをよく考えて、そして、この我慢すべきなのか、それとも我慢しなくてもいいのかっていうことを、考えていかなければいけない。ね、だからその最終的に自分にとってその人にとってためになることであるのかっていうことですよね。あと道徳にかなっているのか、そう言った方がいいかな。これは人の道にかなっているのか、道徳にかなっているのかで、これをよく考えて、そして我慢すべきなのかそうじゃないのかってことを考えるってことです。もう一つ私が自分で大切な基準としていることね、その道徳的であるかどうかっていうことと、もう一つ自分が我慢をする、我慢をしないと、これやっちゃえとね、いうことはですね、それは何かというと、その先に自分が見据えた目標にとって必要かどうかっていうことです。ね、その先に自分が見据えた目標にとって必要かどうか。これは自分にとっては必要であろうかと。必要な我慢なら、それをやっぱりしなければいけない。で、これはね、スポーツに例えたらわかると思います。例えば、オリンピックに出場するような選手とかね、食べたいもの、先ほどの話じゃないですけど、食べたいものをもちろんコントロールして、それはね、ラーメン食べ歩きたいですよ。それはもう、美味しいもの食べたいですよね。旨味の正体っていうのは、もう甘み、ね、その砂糖と塩と油ですから、このマジックが旨味なので、これがたっぷり入ったものを食べたい。だけれども、自分が体重を増やしちゃいけないとかね、
自分がこれを我慢して、やはりこの自分の目的のために自分の体を作り上げていけなきゃいけない。で、そうなった時に選手たちは我慢しますね。その先にもっと大きな自分の目指している目標があるってなった時に、これは我慢しなきゃいけないっていうことですね。で、その選手たちがもう本当にもう帰ってね、もう今日これ疲れたから帰って休んで寝たいと。だけれどもトレーナーって言われる人をつけてね、で自由に友達から電話かかってきて「遊びに行こうぜ、カラオケ行こうぜ」とかね「パチンコ行こうぜ」とかね、そういう誘いを全部断ってでもちゃんと自分のルーティンを決めて、そして何時間練習、何時間休憩、そして何時間はこういうことをしてみたいなことをやって、そのものすごいその自分の本能に従った自分のその欲に従順なそのやりたい放題の生活をしていて、自分の目標が叶わないのであれば、ね、それを達成できないんであれば、それを全部我慢して、そしてその先のもっと大きな自分の成長とかね、自分の目指しているものに対して我慢をしていきますよね。そう。自分がその先に得たいものがある。その先に目標に持っているものがあるんだったら、これは当然我慢しなきゃいけない。っていうことになりますね。そう。でね、どういう時に我慢をしなければならないですか？してもいい我慢、しなければいけない我慢。これが出てくるということは、今言いました。皆さんの中に、このね、質問をする人の中に、道徳が分かっていないっていうこと。これが一つ。それから、その先に自分が見据えている目標がない。ね。だから、この時我慢するべきなのか、この時我慢をしなくてもいいのかっていうことは、その場その場によって、こう、一律の答えがあるわけじゃないんですよ。けれども、この質問を通して見えることは何かというと、その人の中に、ね、これはやっちゃいけないと。我慢云々じゃない。これは人を傷つけたり、自分を、最終的には自分にとって良くないから、これはやるべきではないと思って、そこをぐっと我慢する。っていうね、その忍耐をしていくっていうこと、これが分かってないということは道徳が分かってないということなんですね。それからもう一つ、自分に明確な目標があるんであれば、その目標に向かって頑張っている時っていうのはね、それはやりたい放題やって夜更かしして好きなことやって好きな時に遊びに行ってみたいなねことをやってたら、自分の目標が達成できないってなればね、その目標達成のために自分が我慢しなきゃいけないことっていうのは出てくるわけですよね。つまりその人の中にその道徳心というものがちゃんと育っていない。そしてその人の中に明確な目標がないと。この場合にこれは我慢すべきかな、我慢してなんでみんなやってるのにっていうこのね迷いが出てくるんですね。ですからこれは我慢しなきゃいけない、これは我慢すべきなのかどうなのか、そういう話の前に自分自身に道徳心をちゃんとつけていく、ね、それから自分の明確な目標を持てるようにしていくっていうことに意識を持っていってほしいんですね。でこれね、いやそうは言いますけど大御所簡単なことじゃありません。そう簡単なことじゃないんですよ。簡単なことじゃない。自分の本能に従ってやりたいことをやりたいようにやるということの方がはるかに楽なんです。でも自分で自分の目標を見つけ出して、そして自分で道徳心というものを身につけていこうと思ったら、そしたら勉強しなきゃいけないし、自分自身をよく見つめてなきゃいけないし、ね。で、そのためには何が必要なのかって、自分にとって目標を決めて、それに達成していくために何に必要なのかってことで勉強もしなきゃいけないし、いろんなものを調べたりもしなきゃいけないし、ということで、本当にね、知恵がいることなんですね。そう。なので、この我慢をすべきこととかしなくていい。この基準として私は、その道徳心、これをやった人に迷惑かかるな、自分にとっていいことなのか、自分にとって良くないことなのか、でそういうことをちゃんと普段から考える。そして道徳心を養うということね。それと目標を明確に自分で持つように自分の目標を決める。いや、目標ってどうやって決めるんですか？自分で決めることなので、それは私には答えはない。けれども、この二つを頭に置いてですね、そして生きていると、そうすると我慢すべきことを、これはやっちゃえっていうこと。いろいろね、なんか人から批判されることもあるかもしれないけど、人に迷惑かけることじゃない。で、それだけなおかつ自分の目標というものを達成するためにこれが必要だと思うんだったら、我慢せずにやっちゃえってことが出てくるわけですね。というのが、私が普段意識していることです。